とろっとろに煮込まれた牛すじ。市販ルーを使わず3日間かけて調理。辛さの中に旨味がぎっしり詰まった最高のカレー。今日は昭和レシピチャンネルの人気動画欧風カレーを日本でリメイク。牛すじを使って9時のアレン記念協会でお昼振る舞おうと計画。金曜日から仕込み、日曜日の朝に仕上げたその調理過程をご紹介したいと思います。まずは9時市民市場へ買い出し。牛すじをあらかじめ予約注文しておきました。りんご入れようかな。梨も入れてもいいかもしれない。2個3個、これとりんご、これと、それから玉ねぎをください。わかりました。あと生姜と、はい、どうも。はい、買ってきました牛すじ。3キロだったかな。これを煮込みます。まずは1回目の煮込みです。最初のお湯は捨てますので、水道水使います。よいしょ。まずは牛すじを煮込み始めると同時にスープストックも作ります。火をつけます。両方。スープストックについてはこちらの動画をご覧ください。はい。筋のお湯は捨てますね。牛すじを煮たお湯を一度捨て、2度目の煮汁をスープストックに加え混ぜました。そしてここに筋を戻して、今度は山の湧き水を入れていきます。はい。よいしょ。再び火をつけます。はい。トータル1時間半煮込みました。一回これで火を止めたいと思います。仕事に入ります。それでは一旦牛すじを取り出したいと思います。まだまだ煮込んでいきますけど、硬いうちに一回食べやすい大きさに切っておきたいと思いますね。はい、これを使います。飴色玉ねぎの動画は先週公開したこちらをご覧ください。しかしその動画でもお話ししましたが、スープストックに入れるシーンでカメラが回っていませんでした。ショック。それで AI に助けを求め、作成してもらったこちらの画像でご勘弁ください。なんか実際の飴色玉ねぎとはちょっと違いますけどね。バナナのチャツネも入れていて、
とても甘いです。はい、それでは昨日煮込みました牛すじをさらにまた煮込んでいきます。火をつけて、はい、ここにエビスビールを入れます。裏はジョジョの奇妙な冒険の作者の絵が描かれてます。こっちもそうね。ビールを入れます。はい、スープストックも飴色玉ねぎがだいぶ溶けてきました。全部入りきらないと思うんですよね。鍋が小さいので。一回この牛すじをスープストックに入れてみたいと思います。どれぐらいの量なのか。ビール煮の牛すじ。どうしよっかな。全部入れたら他の具材が入らなくなっちゃいますもんね。一回入れてまた取り出すか、それがいいかな。肉を一回全部入れちゃいましょう。こっちにコンロが2つしかないので、ルーの素をこれから作らなきゃいけないです。この肉を煮たビールはもったいないので、また後で使います。はい、こっちは火を消して、肉も入ってないですね。よいしょ。さらにこちらで牛すじを煮込んでいきます。これは別のとこに置いときます。コンロが空いたらルーの素、ブラウンソースを作ります。こちらもブラウンソースの動画を先々週アップしていますのでご覧ください。概要欄にもリンクを貼っておきます。はい、人参も皮むきます。はい。人参も OK。続けて生姜。これぐらい使いましょうかね。これも皮むきで。あと、ニンニク。はい、ニンニクです。青森のニンニク買ってきました。もう一個大きいの。ニンニクパワーで皆さんに健康になっていただきましょう。これぐらい使いましょうかね。はい。そしたら、こっちにいろいろ入れていきます。じゃあ、粉のコーヒーがないので、ドリップコーヒーを入れたのをここに入れます。いつもマッサージオリエンタルで出してるコーヒーです。はい。コーヒーを隠し味程度に入れます。で、ココアも入れますね。これも隠し味程度。はい、よく溶けたら入れていきます。お味噌も入れます。これも隠し味程度。よく溶かして、
入れていきます。じゃあ鍋が小さいのでお肉を取り分けましょう。もうほぼ3時間煮込みました。お肉全部でもう5時間ぐらい煮てるのかな。これぐらいにしときましょう。これぐらい取りました。3キロの牛すじ、業界用に半分だけ使い、あとは冷凍するカレーの方に回りました。皆さんおかわりし放題でたっぷり召し上がっていただきましたが、それでも全部で20名分以上のカレーができました。本当は人参も炒めて入れたいんですけど、今度が足りないので、このまま煮込んじゃいます。炒めないで。人参投与。はい、こっちにはヨーグルトもちょっと入れましょう。蜂蜜も入れますね。ドン・キホーテの蜂蜜。はい、じゃあ一旦ブラウンソースはこれで完成ということにして、そこからカレーのルーに変えていきますので、一旦ここで写真撮ります。ブラウンソースが完成したら、そこにニンニク、生姜や好きな調味料を入れて、カレー用ルーとして仕上げていきます。はい。ブラウンソース。ここにいろいろ入れていきますね。まず、ニンニク。余ったのはカレーに入れて、ニンニクに当たる人もいます。はい、今度は生姜入れます。で、カレー粉入れていきます。今回は無難に SB のカレー粉主体ですが、日本人好みにバランスよく配合されています。
ここに適当に香辛料足します。ナツメグちょっと。これはシナモン。パプリカ。パラグアイではカレー粉に同量くらいのクミンを入れてました。さらにウコンを自家栽培していたので入れ放題でしたね。隠し味としてお味噌やだし、蜂蜜、コーヒー、ココア、ヨーグルト、牛乳なども加えました。カレーは香辛料の辛さの中に様々な旨味、甘みが混ざって美味しくなります。美味しくなーれ、美味しくなーれと食べてくれる人の顔を思い浮かべながら作る。美味しくないカレーができるはずがありません。生姜入れちゃいます。そしてケチャップをここに入れます。よいしょ、ここにじゃあこっちの汁を入れて薄めていきます。いっぺんに入れるとダマになるので、こうやって溶かして柔らかくしてから入れますね。そうだ、ここにリンゴと梨も入れたかったんだ。このリンゴ入れます。じゃあリンゴ入れます。次西城秀樹がリンゴと蜂蜜とろり溶けてるハウスバーモントカレーと歌っていたコマーシャル。知ってる方は昭和の世代ですね。この梨も同じように入れます。皮むいて、梨も吸ったの入れます。と塩も入れときますね。胡椒。
はい、じゃあこれをこっちの方に投与していきます。はい、こっち火止めます。これはもう一つの鍋があるので、その分に取っておきますね。1杯ぐらい。そして牛乳を入れます。味見をしています。まだまだ塩味足んないけどね。調整していきます。コクはいいですね。塩。砂糖。カレーは私が実家を離れて一人生活を始めた時に一番作りたかった家庭の味でした。もうすでにどんなカレーを作るか頭の中で出来上がっていたのですね。肉はとろけるくらいに柔らかく煮込む。人参は大きめに切って甘みを楽しむ。じゃがいもは入れない派の友人もいますが、私は大好物です。スパイシーでありながら辛すぎず甘みが楽しめるカレー。自分の理想のカレーを具現化したのがこのカレーです。もうちょっと塩足しましょう。後から溶けると効いてくるので入れすぎは注意ですけどね。で、砂糖も少し入れてもいい。埼玉にいた頃はポゴナクラブジムでドラゴンカップ大会を開くたびに出場者や応援者のためにカレーを作って出していました。大人用と子供用のカレー合わせて200人分ぐらい作り、余ったのは手伝ってくれたスタッフと打ち上げで食べました。幻のポゴナカレーです。カレーはインド発祥ですが、1868年、イギリスから日本にカレー粉が伝わり、小麦粉でとろみを加えた日本独自の欧風カレーというものが生まれました。戦後は私の父もカレー粉メーカーのイベントに協力、カレー普及の一端を担っていたようです。昭和レシピチャンネルにとってカレーの重要さが分かっていただけたでしょうか。
ぜひチャンネル初期のカレー動画もご覧くださいね。ちょっとウスターソース入れます。さてこれで一応 OK ということで、明日の朝起きてもう一回調整します。はい、これは火止めて、涼しいとこ持ってきます。じゃがいもの皮を剥きます。これは山で収穫したじゃがいもです。はい、それではじゃがいもを大きさ切っていきます。単純に4つでいいか、この大きさな。じゃがいもだけは冷凍するとボソボソになってしまいますので、余ったカレーを冷凍するとき困ります。食べきる量だけ後で入れます。はい、これ炒めていきます。じゃがいも入れていきます。じゃあカレーをついでみます。味見。はい、食べてみましょう。ほら、牛すじ。おいしそう。柔らかい。うん、おいしい。はい、そしたらこのじゃがいもをカレーに入れていきます。でしばらくまた煮込みます。はい、カレーの完成です。はい、ご飯はつぎました。出ます。はい、じゃがいももホクホク。いただきます。人参。
食事会の皆さん、顔出し NG ということでしたので、感想は声だけお聞きください。ね、この牛すじがいいですね。牛すじね、本当になかなか食べれないです、普段。高級カレーですね。は検察ですい。ね。ね、美味しい。一応欧風カレー、日本の昔からのタイプですね。今いろいろインド風とかスパイスのいろんなのありますけど、やっぱ私は子供の頃食べたこういう味が好きです。レストランがそうですね。とても美味しかったです。全部の具材がすっかりこう溶け込んでて、しっかり一つの味になってて美味しかったです。ありがとうございごちまそうさまでした。す。いや、本当に美味しくて、もう贅沢なカレーをいただきました。もうしばらくバーモントカレーは食べれないかなというぐらいの、はい、本当に牛すじなんてなかなか食べれないですし、もう心がこもったもう素晴らしいカレーで、本当にごちそうさまでした。ありがとうございます。美味しかったです煮込んだなっていうのはもう一口食べてみれば分かりますよく煮込んであるなっていうのはもう野菜もしっかり溶けてペースト状になってるだから後でじゃがいもと人参は後でしたんですね、はい、でもその前にもう玉ねぎだとかいろんなものが入ってるなっていうのも分かりますいや昔僕の先輩も3日も4日も煮込んで、同じようなカレー作ってたで、前学生の時食べたことがあるんですよ、はい、こういうカレーをで、その時に作り方を見たら3日も4日も煮込んで、コトコトと煮込んでしっかりもう野菜の形のないような状態になってそれにやっぱりいろんなの入れてね、こういう味にしてました、時間をかければ手間かければ美味しくなる。そうだよね。それと同じだ、久しぶりに本当に美味しくいただきました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。どうも美味しくいただきました。カレーライス食べるの何年ぶりですよ。5年ぐらい食べてる。ありがとうございます。はい、感想は後味がちょっといいですね。爽やかですね。柔らかいっていうか、あと香りもあって、スパイシーな香りがあって、まあ、おっしゃったようなこういろいろこう入っているっていうのがこうまくコラボしてるんじゃないかなと後から聞いて思いましたけど、後味がとにかく良かったです。美味しかったです。これ聞いただけど市販のはちょっと食べるのごちそうさまです。ありがとうございます。まあ、美味しかったです。牛を使わないカレーっていうの初めて食べた。美味しかったです。ありがとう。ありがとうございます。ごちそうさまでした。本当に美味しくて、病みつきになりそうなカレーです。また食べてみたい。よろしく。美味しかったです。ありがとうございます。どうもごちそうさまでした。平田牧師さんの愛情がこもっているのすごくわかりました。女性の方とか辛いのが苦手な人でも後味がずっと残らなくてそこがあって食べやすいしまた食べたいなと思いますので期待してるんです。どうもごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございました。どうも。ありがとうございました。いかがでしたか？市販ルーを使わないであなた好みのカレー、ぜひ挑戦してみてください。9時から美味しい情報を発信する昭和レシピチャンネル。お気に召していただけたらチャンネル登録、評価、コメントよろしくお願いいたします。コラボも募集しています。お気軽にご連絡ください。9時にいらしたら奇跡の整体院マッサージオリエンタルへもどうぞお立ち寄りくださいね。では、まだナス、nos vemos. Chao, chao.